こんにちは、しんやです。なんと、ふくらPが来てくれました。どうも、ふくらPです。はい。お願いします。ふくらPといえばもう、はい、YouTube を始めて、動く天 P。はい。はい。そこで、生配信で、なんかよくゲームやりながらやってるじゃないですか。はい。でゲーム終わったら配信も終わるみたいな。はい。ゲームオーバーになった瞬間終了。はい。それを今回は、このクワルト、はい、クワート、クワルト、どっちですか？クワルト。クワルトをやりながら雑談して、はい、勝負がついた時点でもう動画も終わるっていうのを即終了やります。もう即終了です。なるほど。はい、このクワルト、やったことありますか？ありますね。はい、僕はふくらPとしかやったことないです。これは4つ揃ったら勝ちです。どんな要素でも。黒いか白いか丸いか四角いか穴が開いてるか穴が開いてないか、背が高いか低いかですね。そうです。っていうのがいろんなパターンあるんですけど、縦とか横とか斜めに高いとか黒と並ぶと終了と。はい。相手が置く駒を渡して、はい、これ置いてくださいってやるんですよね。そうです。はい、相手に渡すっていうね。はい。だから黒ってなってたら、あと黒置かれたら負けなのに、じゃあ次これ置いてくださいとかってやると負けちゃうんで、はい、基本的にうっかりしてなければ負けないという、はい、うっかり渡しちゃった時に負けちゃうっていうゲームですね。これはもう雑談しながらやるんで、はい、うっかりだらけです。確かに。ワンゲームですか？ワンゲームです。これは何ですか？これはこれの穴が開いたやつがなぜかなくなってたんで急遽作りました。さっき。これ何ですか？これちっちゃい化粧水のなんか蓋となんか落ちてたゴムのパイプです。すごい。白くて丸くて穴が開いてて背が低いやつってことですね。そうです。非常によくできてます。それで言うと高さも一緒。じゃんけんで最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。負けた。ということはどっちかはちょっとわかんないです。そんな厳密にルール通りやる必要があるのかっていう。じゃあ僕が渡します。はい。はい。どうぞ。雑談してください。トークテーマとかなく。ないですね。でもこれ、ほとんどの人は、なんでこの2人がっては思ってると思うんですよ。いやもうクイズノックとディルワン・グレーは、はい、もう絶対に交わることのない共通点ほぼないですからね。はい、もう地獄のようなバンドともう天才集団というね。もう交わることがない。なんでこの2人って絶対渡すんか。はい。ちょっとうっかりしないでください。深夜さんがね、やっぱ謎解き好きだから。そうですね。はい。しかも最近クイズまで始めた。おお。いいじゃないですか。はい。もうだからすごい尊敬してますよ。ありがとうございます。ミニハヤよくやってますもんね。ミニハヤはやってました。確かに。やってました。はい。やってます。めちゃめちゃやってるじゃないですか。今もやってます。でも今リアルでもやってます。そうですね。早押しボタン。早押しボタン買って。早稲田式。僕と深夜さんもね、ミニハヤはよくやりますから。そうですね。はい、僕はあんま誘わないんですけどね、ふくらPは。そうですか？絶対負けるんで。僕1日10回やってるんですよ。じゃあ、こっそりやってるんですね。こっそりやってます。こっそり練習してるんですね。ふくらP以外のみんなとやってます。ちなみに後ろはうちで飼ってる
ワンちゃんがゲスト出演してます。あ、映ってる。ポメラニアンのケケです。はい。あんまりうちのチャンネルにも出てないんですけど、ね、お、レアキャラです。レアキャラです。ちなみに僕はカラオケで結構ディル・アングレイ歌うんですよ。え、あんな出会った頃知らなかったのに。出会った頃は知らなかったです。最初に出会った時覚えてますか？あ、覚えてますよ。どんなんでした？なんか謎解きの場ですよね。お、そうです。謎解きの場で出会って、なんか、あ、どうも、みたいな。ディル・アングレイの、みたいなこと言われて、はい、あまりにも知らない言葉だったんで、はってと思いましたけど。なんか、それだけで生活してるんですかみたいに言われましたね。そのバンドだけで。ああ、そうでしたっけ？はい。あ、その本業がミュージシャンなのか、深夜さんってなんか、冗談を真顔で言うから、いや冗談何が本気で、何が冗談なのか全く分かんない。冗談は一回も言ってないです。デフォでなんか、めっちゃ真顔で冗談を言うんで、ちょっとね、怖いんですよ。それいや意外とそれが、それジョークだったんだみたいな。ありますんでね。初めて会った日の夜にもううちでボードゲームしてましたからね。そうだ。そういえばそうですね。そうなんですよ。初めましての時にそのままうちにお邪魔する。ここですよね。ここです。はい。あの時やった謎解き覚えてます？覚えてますよ。タンブルビードの。なんすか？タイトル忘れたんですけど。ちょっとマニアックなやつ。でもめっちゃ覚えてますよ。もう行ったら、佐藤健さんとふくら P が並んでて、これはもうまずいと思いました。何がまずいですか？いやもう、その時まだ、あれ4、5年前だったじゃないですか。ですかね。でも謎解きそこまでまだ、がっつり行き出したかなぐらいで、もうやばっと思って。なんかもう、ヘマしたら、もうなんか、怒られるみたいな。いや。そんな団体じゃないですよ。なんか、ガチ勢すぎて、なんか、入れないってすんじゃうと結構言われるんですよ、その、誘った時に。全然そんなことないです。しかも共通の知り合いに誘われていって、誰いるとか言われずに行ったんで。そうなんですね。そうなんです。もうやばっと思いましたね。タンブルのスイッチのドアを開けた時に僕のこと知ってくれてたんですか？もちろん知ってますよ。ありがとうございます。いや、何の公演だったかな。もう一回携帯見たら思い出すんですけどね。そこで僕割とクリティカルなあれをしたんですよ。ひらめきを途中の。深夜さんのおかげでじゃあ成功したんだ。大謎じゃないですけど、中謎みたいなところで、それだけ覚えてます。一応役には立ったと思って。ほっとしたという。ほっとしましたね。それ本当めっちゃ言われるんですよね。今度謎解き誘っていいですかって言うと、ちょっと私なんて迷惑かけちゃうんで、足手まといになるんで。いやもう普通はそう思いますよ。そうなんですかね。YouTube とかでガチのやつ見てるんで。まあ、でも謎解きで得意でもやっぱ中謎大謎はね、詰まりますからね、普通に。そうですね。で、意外となんか初心者の人とかが見つけてやったーみたいになったりする。僕じゃないですか、その時の。でもあの時初心者ですか？初心者ではないですけど、
まあまだ今ほどではない、数もそこまでだったんで。そんなに行ってない時。そう、まだ100回ぐらいしかいいえ、めっちゃ行ってるじゃないですか。めちゃめちゃ行ってますよね。ちょっとこれを渡すのか渡さないのかちょっとはっきりしてください。いやいや、ちょっと待って。はい。最近は謎解きは行ってるんですか？行ってますよ。お、そうですか。まあ、あんまり変わらずですね。変わらずってことはバリバリ成功してるってことですか？いやいやいや。でも最近もっぱらもうクイズの面白さにやっと気づいたみたいな。ありがとうございます。本当クイズノックのおかげですよ。いやでもクイズって本当面白いんですよね。いや面白いっすよ。今どれぐらいのペースでやってますか？家でやるリアル会はもう週1ぐらい。ああ、すごい。で僕もやっぱ初めて大学1年生の時に本格的にクイズ始めたんですけど、はい、初めてこの早押しボタン触れるとなるとちょっと楽しすぎて週1の活動じゃ全然足りなくて、うちの大学は週1で活動してたんですけど、はいはい、もう近所の大学とかに行って、はい、他のサークルにすいませんってやらせてください。そんなんできるんですか？できます、ね。僕が行ってもできるんですか？適当な大学に。まあ理論上はできるんじゃないですか。今インカレサークルみたいな感じで、他の大学の学生もやっていいよっていうサークルはあります。で別にうちも、東工大ってところだったんですけど、今名前変わっちゃいましたけど、昔は当時東工大っていう名前での大学で、そこは結構他大学の人いっぱいいました。はあ。なんで全然でもいきなりちょっと深夜さんが行くとかなりびっくりされる。いやされないですよ。でもクイズとバンドはもう違うとこにいるんで全然。クイズのとこにバンドマン来ても誰ですかみたいな。いやでもやっぱ基本大学生ばっかなんで毛を浮くと思いますよ。それでもよければちょっと修行してから行きます。今もでもめっちゃ修行中。今めっちゃ修行中です。この間なんかクイズノックの林イベント来てくださったって。行きました。いいですか？言っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。グラピーのアクスタ買いました。すごいですね。グッズ列すごいですね。もう。いや多分あれ本当そのフェスの日で並びましたよ。並んで買ってくれたの？並んで買いました。そんな言ってくださいよ。いやいやミンハヤしながら並んでました、イベント自体は2ヶ月やってるんで、はい、2ヶ月のいつでもグッズは本当は買えるんですけど、2日間はそのフェスっていう名前でいろんなイベントやってたんで、特にちょっと並んでる時期だった。グッズはいつでも買えたんですね。そうですね。はい。別に今じゃなくてもっていう感じですね。手が震えながら。話が全然入ってないですね。これをいかにね、話しながらやるのが大事ですから。僕も生配信でね、やってるときは、パズルゲームをやりながら喋ると。そう、あれよくできますよね。喋りながらコメント読んで。コメントなんて全然頭に入ってないでしょ、あれ。入ってます、入ってます。すごい。いや、だって、やってるパズルがその数字なんで、言葉じゃないんで。はい。言葉系のパズルやってるときは難しいんですけど、数字ちょ待って。もうめちゃめちゃ慎重になってるじゃないですか。いやでもね、これむずいんですよね、きっと。これ。オフィシャルルールで、時間とか決まってないのか気になりますけどね。いや。そうか、これ、日本語の説明がないんだっけ？あるわ。
クワートって書いてますね。クワートか。クワート。これちょっと今日クワートのルールちょっと思い返そうと思って YouTube 見たら、はい、クイズノックが6年ぐらい前にやってました。やってますね。制限時間1分でやるのがなんか推奨されてますね。ちなみに先攻後攻の決め方は特にいきますねということで大丈夫そうでした。はい。これね。白引く穴丸ね。はい。いやとか言ってこっちに集中してるんじゃなくて、だからトークをしなきゃいけない。そうですね。はい。でもこれなんか終わらない可能性が若干ある。引き分けになったらもうそれはそれでおしまいで。それでもいいんですか？はい。なるほど。すごいお互い同じ実力だったっていうことでめでたし終わらせてもらえるといいですね。嬉しいですね。ね。やっぱ緊張感高まってますから。いやさっき石野さんちょっとシンキングタイム長くなかった。いやちょっとトークに夢中になってこっち忘れてた。おしゃべりばっかしてた、ね。そうトークがすごい弾んでたんで何の話してたか覚えてないですけど、それはすごい。ディル・アングレイカラオケ歌うんですか？歌います。何歌うんですか？ケイジ。ケイジ好きですね。それ歌ってみたやってもらえるんですか？歌ってみたって動くテンピーで歌ってみたか。でもディラン・グレイの曲むずいっすよ。まあでも昔の曲は割と歌いやすいそうですかね。最近のもう意味不明ですけど結構終盤で。ちなみにこれなんかめっちゃ強い人同士だと、はい、ゲームを熟知したプレイヤーの場合は四角を作るバリエーションを加えると面白いというふうに書いていて、だから縦横斜めだけだとブロックがうますぎて完成しないんで、ここの4つとかここの4つなるほどのをやるといいって書いてるんですけど、もちろん今回は、ね、途中からそのルール足しはしないんですけどっていうぐらいなんで、はい、熟練したプレイヤーだったらゲーム終わらないらしいですよ。なるほど。はい。じゃこれで終わったらすごいですね。はい。クワート。うわ低い。うわ高さ見に出てなかった。やった負けた